ももちゃん全身こんな感じでございます。ファッション好きになったきっかけ、多分危ないでか。幼稚園の年中からカッコつけることを意識しましたからね。プチレモンっていう雑誌をわかるよ。友達グループみんなで買って、みんなでコーディネート組んでプリ取りに行こう。プリから取りに行った。こんにちは、シトレイです。今日はですね、7月のストリートスナップですね。年齢層のレンジ、今回一番広いかも。はい。あとは僕が思ったのはファッションを好きになったきっかけが、過去で一番面白いですね。ねえ。まあ一番最初、じゃああの人が行く。あの人から行きましょうか。鈴木さんですね。鈴木さんはもう伝説の編集長です。GQ の GQ 僕でも知ってるんです。そうそう、エンジンとかもやったりとか、もう業界の中で知らない人はいないんじゃないですか。この時はアフェクションバイタキっていうラグジュアリーウェディングのファッションショー、お披露目のショーが六本木であって、でその時に呼ばれて行ったんですけど、その時に鈴木さんもいた。身につけてるものもいい意味でレンジが広い人なんだなって、もっとラグジュアリーなことだけって思ってたら、なんかレディース着たりとかユニクロ着たりとか意外なものが多かったですね。ねえ、はい、どうぞ。鈴木まさん。鈴木さんです。無職です。動かないで大丈夫。ここにいて、ちょっとストップしてね。全身こんな感じでございます。で、今日鈴木さんかっこいい服着てると思うんですけども、このセットアップはどこのですか？なんかビスポークで作った。でシャツはちょっと透け感のあるシャツなんですけども、これユニクロのウィメンズのリネン。鈴木さんが着ると何でもすごく見えてしまう。これはアンダーカバーで、靴はオールスター。オールスターの厚底ですか？そうだね。ね、これもウィメンズ。ウィメンズなんだこれも。でバッグはグランドワインで、鈴木さんといえば時計2つ持ってると思うんですけども、こっちは今日の左手はセイコー、今日の右手はオリエント。鈴木さん、ファッションを好きになったきっかけ、ちょっと長いと思うんですけど、聞いてもよろしいでしょうか？裸で着られないから。裸で着られないから。裸で着られないから、まあ金言出ましたね。じゃあ最近買ったもの、お洋服ファッション関連で。このセイコーの時計最近買ったよ。セイコーが初めて作った腕時計の、セイコー自身が作ったレプリカ110年記念モデル。あ、そうなんだ、すごそう。だから昔と、そっくりに作ってる。確かに時計のその文字盤の感じがクラシカルですもんね。ロゴが昔のロゴだ。ああ、なるほどなるほど。限定300本。さすが時計マニア。鈴木は今からどこに行くの？今からなんかウェディングのショー。ウェディングショー、そう、そこであったから、しっかり捕まえました。じゃあ後ほど。次はですね、可愛い子ちゃん勢ぞろい、カーブストアですね。アディクションっていう化粧品のレセプションがあって、そこで3人を撮らせてもらいました。カーブストア絡みのノリエの元のスタッフさんだったりとかっていう、そうそう、可愛くない？みんな今の時代の20代の牽引する子たちがギュッと集まってる。彼女たちの持っている雰囲気だったりとか空気感が今のヤング世代のトップオブトップって感じです。この方たちもファッションの好きになったきっかけはめちゃくちゃ面白かったです。面白かったね。面白かった。いっぱい話してくれて。名前が村本奈々子です。はい。ノリエの元のサブマネージャーをしてます。はい。ノリエの元っていうとここに置いてあるカーブストアにたくさん扱ったウニウニってしたやつですよね。バッグのブランドになります。ミクです。ミクちゃん。カーブストアのサブマネージャーしております。ノリエの元のスタッフしております畑幸子です。はい。お願いします。全身こんな感じでございます。あ、これは？キムのピンです。この間見た。今日つけてます。私も。本当、この大きいの可愛いよね。じゃあこのトップスとスカートがエリスっていうブランドです。エリス。はい。なるほど。なんかリサイクルの素材を使って。アップサイクル素材なんだ。色が可愛いね、なんかね、プリントも。本当はこれもうちょっと長いんですけど、ここまで持ってきて。くにくに。なるほど。で、長靴みたいなやつは？はい。これはワイプロジェクトとメリッサの。ワイプロメリッサなんだ。可愛い。で、靴下はなんか適当にネットで買いました。なるほど。でもこの組み合わせいいね。はい、じゃらじゃら。こちらはガルブっていうブランドのネックレスです。バッグは？バッグがノリエの元の iPhone ホルダーです。後ろにもカードがちょっと入るよと。すごいノリエの元今人気だよね。すごい人気ですね。ありがとうございます。街でもよく見るもの、私本当に。ワンピースドレスは？こちらがベルファンのワンピースです。
ペルパン。はい。で靴がこれチャールズ&キースです。チャールズ&キースのブーツです。ブーツ合わせですね。ビッチェがロネパーク。あ、見た覚えある。すごい言うっていう。それでインナーがユニクロと豆のコラボになってます。なるほど。で、ブルーのネックレスは？これマウジです。マウジなんだ。あれ全色？全色。マウジです。かわいい。一目惚れで買いました。これ夏にいいね。パンツこれ古着になってます。ヴィンテージです。ヴィンテージです。なるほどなるほど。で靴がこれもスライになってます。スライなんかすごいギャルブランド合わせるの上手だね。じゃあ、みんなで聞いていくよ。はい。ファッションを好きになったきっかけ。可愛い系にもなれたり、かっこいい系にもなれたり、お洋服をまとうだけでどんな自分にも変身できるので、バイトをして高いお洋服を買ったのが高校1年生の時でした。何買ったのちなみに？ジーナシスのパンツですね。欲しかったんだ。もう本当に欲しくて、そして初めてその高いユニクロとか以外で初めてお洋服をへえ。多分これジーナシスの人聞いたら泣いちゃうかもしれないよ。元ジーナ店員です。なるほど、それで入ったわけですね。なるほど。なんか好きを追求するとそうなるんだね。ファッション好きになったきっかけ。私小学校の頃すっごくギャルが好きだったんですよ。へなのでランジキとかポップティーンとかギャル雑誌を月に3冊買ってて、小学校の時のココルルとか、その世代だったんですけど、もうテストでいい点を取ったらお母さんに買ってもらうっていうのを目標にずっと頑張ってました。テストでココルル買ってもらう。ココルルテストでいい点取ってココルルを買ってもらってました。私小学校の時テストでいい点取ったら買ってもらったのぬいぐるみとかだったよ。なんかその雑誌の編集者ってかっこいいと思って私文化服装学園に上京してきたんですけど、ちょっと今は別のことを見つけて今別で仕事してるんですが、これがお洋服を好きになったきっかけです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてお洋服好きになったきっかけです。私も小学校4年生の時にピチレモンっていう雑誌をわかるよ。友達グループみんなで買って、でおしゃれしてプリクラを撮りに行ったのがきっかけです。一冊をみんなで買ってみんなで見て、みんなでコーディネート組んでプリ撮りに行こう、プリクラ撮りに行ったのがなんか髪の毛のアレンジとかちょっとメイクとかもして行ったのが一番最初のきっかけです。へえ、なんでその誰かリーダーみたいな人がいてみんなでプチレモン割る6とかして買おうよみたいな感じだったの？なんか4人ぐらいで、で私が一番最初に買ったんですよ。でなんかみんなでこう遊ぶ時があって公民館みたいなところで、田舎だったので青森の本当に田舎だったので、私買ったよみんなって言ってこう走って駆け寄ってでみんなでこう一冊を広げてみました。なんかかわいいです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。でもう一人青山で撮らせてもらったももちゃんって子なんだけど、彼女も私多分15年以上撮ってて、うちの写真集とかに出てる子なんですけど。あ、そうなんですね。拡張する古着屋、京都の、あそこのポップアップが青山でやってて、で見に行ったの、そしたらももちゃんがいた。彼女も面白かったね、ファッション好きになったきっかけが。そうなんです。だから全員面白いんですよ。面白いよね。みんなそれでこうなるんだね。それが良かった。いいですね。ね。ももです。今はフリーランスで PR やキャスティングのお仕事をさせていただいております。ももちゃん全身こんな感じでございます。こんな感じでございます。キャップがロキエだと思った。これバッドヘアデイだ。で、この古着の T シャツは古着の T シャツはヴィンテージで、これは私がバブルスで働いてた時に買ったもの。じゃあ結構古いやつだね。で、下ワンピースになるのかな？スカート。スカートか。で、これは色仕掛けってサラマリー先生。サラちゃんところだ。で、靴下がロック。のセレクトで、多分でもこれもヴィンテージっぽい感じでした。3色セットになって2000円ぐらいだったから。そしてそのサンダルすごい変わってない？これカンペール。カンペールなんだ。やっぱ最近カンペール可愛いね。
めっちゃ可愛いですよね。走れます。走れそう。こちらは韓国のブランドのシエンヌというブランドで、そしてこの最近流行りのジャラ漬けですけどもこれめちゃめちゃ個性出ません？この幸福行きって何や？これは北海道出身宅に。そうなんです。愛国駅っていうところ、愛国駅から幸福行きっていう駅があるってこと？そうなんです。へえ、ロマンティック。もう今は廃駅みたいな感じなんだけど、観光スポットみたいな感じでやってて、めっちゃ可愛いですよね。可愛い。なんかこの並びが可愛いファッション好きになったきっかけ、多分小学校5年生ぐらいの時にシノラーブームがありまして、篠原智恵先生ががもう大好きで、じゃらじゃらブレスレットを重ね付けしたりとか、靴下ちょっとルーズソックスっぽいの履いたりとか。じゃあシノラーの真似をしてミニシノラーみたいになってたわけですね。その後はジッパーキューティーを読み漁るっていう。ジッパーキューティー、わかるよわかるよ。学生時代を過ごし、東京に憧れという感じです。で北海道からやってきた。なるほどね、素敵ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあねー。はい、次はですね、お店の人たちですね。わがまま東京のゆうきくんとラボラトリーの流星くんですね。うちの準レギュラーの雄大くんのところの下の子です。わがまま東京のゆうきさんはファッション的にはどうなの？もう癖しかなくない？ここの金髪ぐちゃってなってるじゃない？それに赤い眼鏡合わせてるあたりすごない？インパクトあるなって思った。なんかゆうきくんも見てるものがすごい広くて、ブランドもすごい知ってるし、めっちゃ買う子なの。なんかね、その子が今これが気になってんだなっていうのが勉強になる。ゆうきさんのだからファッション好きな理由の切なあーってそうですよね。じゃあ見ましょうか。はい、どうぞ。中村ゆうきで、職業はセレクトショップを経営しております。なんて名前？わがまま東京というお店。どこにあるんでしたっけ？奥渋谷に。奥渋に。イケイケの。イケイケの。今日もゆうきくん癖強しですよ。そして今日はあれなんです。これで癖強くない。強いよ。強いよ。帽子はシュプリームとバルジェラのコラボのやつです。なるほど、かっこいい。サングラスはレインメーカーと OBJ っていう京都のサングラスのサングラスメガネかのお店があるんですけど、そこと僕のお店のトリプルコラボ。ピアスが2つこれ種類分かれてて、本当だ本当だ。1個がヤージっていうブランドで、もう1個がレイっていう、これも僕のお店でやってるブランドなんですけど、そこの別注のピアスで、T シャツは古着です。古着。P はロレックス。ロレックスです。これはちょっと秘密カスタムですね。あれだよね、わがまま東京での有料バッグだよね。なるほど。パンツはこれも僕のお店のブランドで、ハバサックっていうブランドと僕のお店の別注。別注。で靴下。フロムハーツ。フロムハーツこんな靴下出してんだね。そう、ラインストックス出してて。意外、可愛い。で靴がコンバースとネクサス7コンバさんコラボのワンスターローバー。ゆきくんに聞きたいんですけども、お洋服好きになったきっかけ？中学1年生なんですけど、クラスの女の子となんかグループみたいなのあるじゃないですか、男女5人組で遊んで、僕の服装がダサいってバカにされてたのが、その残りの3人だか4人だかに女の子がいたんですけど、その子バカにされたのがすごい悔しくて、おしゃれになりたいって思ったきっかけがそれですね。当時 SNS とかもないんで、雑誌ストリートジャックとかボーイズラッシュとか、あとスマートとか、で最初だからエイプとかステューシーとかの、いわゆるストリート系のブランドを調べて、僕地元が千葉なんですけど、電車で原宿まで行って買うみたいなのを中学生の時から。中学1年生の時にへえ。最初に買ったものとかって覚えてる？N ハリの医療の道具、例えばガーゼとかを洋服にドッキングするみたいなシーズンがあって、それのリーのペインターパンツデニムにベルトループがその医療用ガーゼになってるパンツがあって、なんだこのかっこいい服って買ったのが多分一番初めの。何歳くらい？中2とか。早くない？中3ぐらい。お小遣い貯めて、お小遣い涙流しながらお小遣い貯めてそう買いました。面白い。じゃあ今わがまま東京6年目だと思うんですけども、わがまま東京はどんなコンセプトで扱ってるんでしたっけ？僕が、自分が
着たい服とかいいなと思う洋服をブランドさんにお願いして、僕のお店のためだけに別注を作ってもらって、僕のお店でしか買えないお洋服がメイン、8割ぐらいは別注だけのお店と。久々に行きたいと思います。ぜひぜひいつでもよろしくお願いします。じゃあねー。ありがとうございました。中村隆生と言います。はい。職業はラボラトリアールという古着屋で働いています。あれですね、雄大君のとこですね。そうですね。こちらになります。こちらになります。ちょっと雄大君見切れておりますね。今日の隆生君はこんな感じの格好になっております。じゃあ早速なんですけども、帽子はどこの？これはシボレの古着のキャップなんですけど、自分個人的にすごいシボレのアイテムをシボレ好きなんだ。そうですね。すごい渋いアイテムだね。はい。結構 T シャツとかも結構持ってて、良さそう。バッグは？これはなんかベルトなんですけど。あ、ベルト後ろ向いて後ろ向いて。あ、こういうことになってるわけですね。なるほど。こういう感じなんですよ。パンクスの人とかもつけてるやつで。はいはいはい。これは下北の自分の先輩の匠さんがやってるお店で、スケアっていう。スケア。池の上？あ、そうです。この間行った。あ、本当ですか。じゃあトップスピタピタの。これは BMW のモトラッドっていうオフロード系のラインの T シャツで BMW のロゴがついてて。なんか車系のもの好きなの？お父さんがそういうの好きで。あ、そうなんだ。これはファンタスティックマンで、本当中学校の時から愛用してるやつ。すごいね。物持ちよし。でこっちも下北のキラーズさん。ほうほうほう。バングルで。でこの可愛いのが。ちょっとどこで買ったか覚えてないんですけど、まあ古着をぶった切ったやつ。じゃあ流星君がファッション好きになったきっかけ。地元にすごいかっこいいセレクトショップがあって。地元どこなの？青森で。あ、そう、なんて名前の？ハンクってお店でもうないんですけど、そこになんかサリバンとか置いてて、ファッションの入りはサリバン。なるほど、ありがとうございます。じゃあお店に戻ってもらって、じゃあね次はデザイナーさんたちかな。シェイク淳二君とクブちゃんなんですけど、シェイク淳二君はディーゼル、そこでレセプションがあってそこに呼ばれて行った時にいた。いいですよね、このなんかこの生きった感じでしょ。生きった感じ。写真もよくね。いいっすよね。いいっすよね。あの顔。いいっすよね。で彼もなんかすごい宮下公園渋谷の夜にすごい合うなと思って。その雰囲気も込みでよかったなって。でクブちゃんはですね、こういうブランド立ち上げたからよかったら来てって。でその翌日行った。めちゃめちゃモードな人だったの。で古着も着るようになって、まあ両方着れるからっていう。でも素地が超モードな人だからシルエットが美しいなって思った。お名前と職業教えてください。シェイク淳二です。シェイク淳二くんです。個人事業主でブランドをやってます。どんなブランド？スケボーとファッション、アパレル、アクセサリー。もしかしてこれは？ネックレス。そうです。今日つけてる。おお、自分のブランド。でこっちは？アクセも、バングルも指輪もそうです。なるほどなるほど。こっちがちょっと面白い形になってるんだよね。これ動画ですか？動画です。動画です。このキーリングもそうだ。あ、そうなんだ。何年くらいやってんだっけ？ブランドは2019年から。2019年から。こんな感じでございます。トップスはディーゼルスタイルラブっていう20年ぐらい前にあったコレクションラインのトップス。ディーゼルなんだ。そう、淳二君はね、実はね、元ディーゼル。そうです。そうで、今日何しに来たんだっけ、ここに。なんかパーティー呼ばれたんで。そうなんです。そこで私がキャッチしました。パンツも同じブランド。ディーゼル？スタイルラブ。そうなんだ。やっぱディーゼル長く着られるのがいいよね。で、靴は？これもディーゼルですね、昔の。じゃあ淳二君がファッション好きになったきっかけ。幼稚園の年中からそんな早いの？かっこつけることを意識しましたからね。へえ。幼稚園の盆踊りのイベントに行くときに、母親にオールバックにしてくれって頼んで記憶があるから、早くない？その時から俺はかっこつけること好きだなって思ったみたいな感じです。その時は光源氏に憧れてた気がしますね。光源氏きっかけでもうこの仕上がりになったわけですね。もしかしたら。じゃあありがとうございます。じゃあね。よろしくお願いします。久保田隆と言います。職業はデザイナーをやっています。アパレルブランドやってます。はい。今何をしているんですか？関わってるネロリというブランドの外注でございます。です。今日言われて急遽来ました。ふぐちゃんこんな感じになってます。はい。じゃあ早速なんですけど、メガネは亀万年っていうやつ。面白い名前。でトップスは自分のブランドのものです。
。なんて名前ですか？プルマンって言います。プルマンです。はい、オールインワン。つなぎはパキスタン軍のデッドストックみたいですね。かっこいいね。で、靴が、はい、マルジェラです。マルジェラです。アクセサリー類。エースバイモレザネっていう友達がやってるブランドですね。エースはこれが、でその友達に作ってもらってる自分のブランドのオリジナルがついてます。なるほど。これはネロリの根性、サンプルの出来損ないを自分が引き取りました。じゃあくぶちゃんがファッション好きになったきっかけ。多分危ないデカ。危ないデカ。はい。ほう。ちょうど危ないデカがやってて、トレンチコートに憧れて。へえ。晴れの日にレインコート着てました。ほらディテール近いね。確かに大体でいいかぐらいな。そう。わかりました。ありがとうございます。じゃあ一緒だけ見ますか。お願いします。よいしょ。ネロリです。ネロリこんな感じになります。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 ということでした。ありがとうございます。じゃあねー。じゃあ7月の MVS は。うわ難しい。じゃあ明智くんは？なんで僕先だね。ちょっとそれまでちょっと考えとく。カーブストアの3方ですかね。3人ともやっぱファッションになったきっかけが可愛かったっていう。私は鈴木さん。鈴木さん。まああれはもうワンアンドオンリーですからね。はい、もうまあそうですね。あと美脚だし。美脚ですね。細いな、白いなみたいなね。まあじゃあどの方が良かったか皆さんに。そうですね。どのエピソードが良かった聞きたいですね。それも聞きたいね。ナイスエピソードとナイスファッション、ぜひコメント欄に、書いといてもらえたらなと思います。はい。そしてそろそろ大阪編を来月から配信しますから、皆さんから教えてもらったお店に行ったりとか、割といろいろ行ったよね。今回は豊作だと思います、ね。発見も多いですし。ね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。